ここが好きだよ日本人へようこそ。日本人なら必ず1着は持っているだろうアパレルブランドのユニクロ。ユニクロ洋服の特徴はシンプルかつカジュアル、さらにお手頃な価格で購入できるのも嬉しいポイントですよね。子供から大人まで男女問わずいろいろな場面で着れるので、ユニクロを愛用している日本人も多いのではないでしょうか。海外にも進出しているため外国人にも広く知られているユニクロですが、ベトナムではある理由から日本とは全く違った印象を抱かれていたんです。それは一体どういうことなのでしょうか。しんちゃお、こんにちは。私の名前はリンです。ベトナムの東南部にあるビンズオン省出身の22歳。ビンズオン省は観光地としても有名なホーチミン市の隣にある省で、工場がたくさんあるのどかな地域なの。大学を卒業してからしばらくの間、地元の日本料理店でアルバイトをしていました。どうして大卒なのに定職に就かないでアルバイトをしていたのかって？それは日本で仕事をすることが私の小さい頃からの夢だったから。高校生の時に日本語の勉強を始めて、大学入学後も続けていたんだけど、希望の仕事に就くためにはもうちょっとステップアップする必要があったの。それでアルバイトをしながら日本語学校に通っていたってわけ。仕事と勉強の両立はとても大変だったけど、おかげで希望する日本の会社での採用が決まったわ。今だから言えるけど、私は勉強が得意じゃなくて、成績もどちらかというと悪かったわ。だからお父さんもお母さんもベトナムで就職しろって言っていたけど、どうしても日本での就職を諦められなかった。実は私は日本のファッションが大好きで、時々ロリータファッションなんかも楽しんでいるの。ベトナム人がそんなことするのってびっくりする人もいるかもしれないわね。実はベトナムでは日本のロリータファッションが大人気で、日本文化を発信するイベントが開催されるとロリータ系女子が集結するのよ。もちろん私もその一人だから、日本に行ったら原宿で最新のロリータ服を買おうって心に決めていたの。もちろん仕事だって頑張るわ。しっかりお金を貯めて日本の可愛い洋服のお店を出す。これが私の夢だからね。私を採用してくれた日本の会社は社員数が10名ほどの小さな会社で、外国人は私だけ。将来ベトナムに進出する計画があって、ベトナム人を雇用することにしたんだって。私にとっては初めての日本の生活だから、最初はちゃんと馴染めるかどうかとても不安だったの。日本語はそれなりに話せるけど、ゴミの出し方、電車の乗り方、セルフレジの操作方法と何をするにもわからないことだらけ。ただ夢にまで見た日本での生活だもの。会社の人にその都度聞きながら日本のマナーやルールを一つずつ覚えていったわ。特に私に親切にしてくれていたのがユミさんという社員さん。私よりも6歳年上の28歳だけど、好きなアニメが同じということもあって意気投合したの。ユミさんとは一緒にお昼ご飯をとることが多いから、好きなアニメの話をしたり、わからない日本語を教えてもらったりしているの。ベトナムでは家族で暮らすのが当たり前で、近所には親戚家族も住んでいたから、食事の時間はとても賑やか。だから日本に来たばかりの時は初めての一人暮らしで、涙が止まらない夜もあったわ。そんな寂しい気持ちを徐々に和らげてくれたのがユミさん。よし、しっかり日本で仕事を覚えてベトナムで暮らしている家族を喜ばせてあげよう。そんな気持ちにさせてくれたの。日本での生活に慣れてきて、できる仕事も増えてきたけど、一つだけ私を悩ませていることがあったの。私が日本にやってきたのは10月の終わり。ベトナムは涼しい時期も多少はあるけれど、ほとんどは夏みたいなものだから、秋から冬にかけての洋服をほとんど持っていなかったわ。それでユミさんに手軽に洋服を買えるお店はないのって相談してみたの。そしたらユミさんが、じゃあユニクロがいいんじゃないって即答。
シンプルなデザインだからどこでも着れるよって大プッシュしてきたのよ。その答えを聞いて私はびっくり。ベトナムでもユニクロファッションに身を包んでいる人はいるけれど、おしゃれとは程遠いものだったからね。しかも愛用している人はどちらかというと年配のおじさん。私のような若者がユニクロを着ることはめったになかったの。だからユミさんには悪いけど、正直なところセンスが悪いって思ってしまったわ。でもユミさんが今度の日曜日に案内してあげるって言ってくれたから、断るわけにもいかず一緒に行くことになったの。そして運命の日曜日、私はユミさんと一緒に職場の近くのユニクロに向かったわ。ユミさんは冬に向けてダウンジャケットやフリースジャケットがあると便利ねって教えてくれた。あのユニクロを着るのかと私は心ここにあらずの状態だったけどね。そして駅から歩くこと5分、ベトナムでもよく見かけるユニクロの大きな看板が目の前に現れたの。それを見たとき私は、ああ、かわいいロリータ服よ、さようなら、とどんよりした気分になってしまったわ。そんな私に全く気づかず、ユミさんはどんどん足を速め、ユニクロのお店に入っていくものだから、仕方なく私もついていった。その時、ユニクロ嫌いの私の運命を変える瞬間がやってきたわ。ユミさんが白いダウンジャケットを手に取り、こういうのリンちゃんに似合うんじゃないと言って渡してくれたの。それを手に取ったまさにその時に私はびっくり。これって本当にユニクロなのと思わず聞いてしまったわ。だってその白いダウンジャケットは本当に真っ白でシンプルなんだもの。そして私は T シャツ、パーカー、ブラウス、ジーンズ、ワンピースとあらゆるユニクロの洋服を手に取ったわ。もちろんユミさんがおすすめしてくれたフリースジャケットもしっかりチェック。どれもシンプルなデザインで、白、黒、青、黄色など単色のデザインが多いのね。デザインが同じでもいろんな色が展開されているから組み合わせが自由自在だわ。こんなコーディネートはどう？こういう組み合わせもいけるかもと夢中になってユミさんに話しかけたわ。冬だったらヒートテックやウルトラダウン、夏だったらエアリズムというように素材に機能性があることにもびっくり。だってベトナムで出回っているユニクロ服にそんな機能は一つもついていなかったんだもの。そして何よりも私がびっくりしたことは、どこにもユニクロって印刷されていないこと。首タグに小さくユニクロと印刷されてはいるけど、本当にそれだけ。正面にも背面にも側面にもどこにもロゴが印刷されていない。そんなユニクロ服を私は初めて見たのよ。ここまでの私の話を聞いて、あれ？なんだか変じゃない？と思った人、かなりいるんじゃないかしら。実はベトナム人は日本が大好きで、ユニクロ愛も相当なものなの。それでユニクロの服を着ている人をよく見かけるけど、日本とはだいぶ事情が異なるの。日本であれば専門店で買えるけど、ベトナムだと着ている人が多い割には専門店がないのよ。ユニクロが欲しいと思ったら、食料品や雑貨などが売っている市場、いわゆるマーケットに直行するのがベトナムスタイル。市場の中には大量の洋服が無造作に吊るされているから、それらを漁ってみてちょうだい。運が良ければユニクロ服を発掘できるわよ。たくさんの服がある中、ユニクロかどうかを見極める方法はロゴ。びっくりするようなサイズでユニクロと印刷されていれば、それがユニクロという証。時々ユニクロってカタカナで印刷されていることもあるわ。中でも人気が高いのがポロシャツで、日焼けした年配の酒臭いおじさま方が着ていることが多いの。そういう理由で私はユミさんにユニクロを勧められた時、ちょっと困ってしまったというわけ。ベトナム人が着ているユニクロはもちろん偽物で、中国から流れてきていると言われているわ。まあお店の人は本物のユニクロだってかたくなに言い張っているけどね。私の目の前にあるのは当たり前だけど
正真正銘本物のユニクロ。ユミさんがせっかくだから試着してみなよって言うので、職場で使えるかもと気になったシャツを着てみることにしたわ。するとベトナムのユニクロ服とは全然違う肌触りの良さを瞬時に感じたの。サラサラしていて着心地がとても良くて初めての感触。ユミさんはシワにならないからアイロンをかけなくても大丈夫よと教えてくれたので、通勤用に買うことにしたわ。あとはこれからの冬に備えてダウンジャケットも購入決定。薄くて軽くて暖かいウルトラライトダウンだから、これから長く着ることができそう。これが決め手になったわ。これ以降私はすっかりユニクロの虜になってしまったわ。洋服が必要になったらロリータ服は後回しにして、まずはユニクロに直行。なんとユミさんの結婚式にお呼ばれした時もユニクロで全身コーデしたのよ。すごい驚異のユニクロの万能性。今ではベトナムに一時帰国する時、ユニクロの洋服をお土産に買って、これが本物なのって家族に教えてあげているの。大きなロゴが印刷されていないから偽物なんじゃないかってみんな心配していたけどね。ベトナムでは長らくユニクロの専門店が進出しておらず、偽物のユニクロが出回る状況が続いていました。そのため多くのベトナム人は巨大ロゴが印刷されているものが本物のユニクロだと信じていたのです。しかし最近はリンさんのように日本で暮らすベトナム人が増え、本物のユニクロには巨大ロゴが印刷されていないことも知られつつあります。さらに2019年12月、ホーチミン市に1号店がオープンしたのを皮切りに、ユニクロは続々とベトナム進出。そのため都市部では本物のユニクロのデザインが浸透しつつありますが、農村部に住む年配者はまだ巨大ロゴ入りが本物だと信じているようです。ユニクロは毎年新しいデザインを発表しており、様々なコラボ商品も出していますので、海外の人にもぜひ手に取っていただきたいですよね。最後までご視聴いただきましてありがとうございました。視聴者の皆様のご意見ご感想をコメント欄までお寄せください。もしよろしければ高評価やシェアしていただけると嬉しいです。それではまた次回の動画をお楽しみに。